日々のどれだけ大事かってことですね。絶対成長するはずなんですよ。それぐらい考えてフィードバックしたりとかしててもなかなか難しいんだから。こんにちは、ワンジです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、人材育成術など様々なことを話しています。今日はどうしました？ちょっと困ってることがありましてですね、最近僕の部下が全く指示を聞かない、僕が言った指示を聞かない部下が一人いるんですけど、そういう部下に対してって自分でタスクシートを作ってそれをそこで管理させたりとか、毎朝タスクの進捗報告をさせたりとか、そういう風にしていかないとやっぱり治らないものなんですかね。それは指示を聞く気がないのか、指示は聞いてるんだけど思ったものが出てこないかっていうとどっち？それで言うと後者で、思ってるものが出てこない、100欲しいのが30で返ってくるみたいな、そういう部下に対してどうしたら100投げて100返ってくるみたいな、そういう関係値というかやり取りができるようになるのかなと思いました。わかりました。まあ様々な理由があると思いますけど、まず一つは、それって指示を完璧にしたら、じゃあ30が100になるかっていう問題では多分ないと思うんですよね。それってだから言いたいことは、今この場の依頼をするこの指示の内容だけ変えたら、すごい劇的に変わるってことは多分あんまないと思うんですよ。だから一つ目はやっぱ日々の育成がどれだけ大事かってことなんですね。例えばこちらがこうしてほしいと言ったことに関して向こうがそれに近いものを出してくるっていう風にするためには、やっぱ日々の育成、フィードバックがとっても重要だと思っていて、やっぱり繰り返しやっていけば、例えばじゃあ僕が社長だったら、社長イコール会社の方針だとして、こういうのがダメって言われる、こういうことがいいって言われる、この場合は社長とか会社の感じだとこれを選択する、だからこうやって作るみたいな、だからこういうのって学んでいくわけじゃないですか。だから一つはとにかくフィードバックがやっぱりすごく重要だと。日々のフィードバック。なるほど。二つ目は指示の出し方とか、コミュニケーションの問題ってあると思うんですよね。会社でよく言うのが、仕事の業務を麻雀にするのか人生ゲームにするのかみたいな話をするんですよ。いや、麻雀ってルールめちゃめちゃ覚えないとできないじゃないですか。確かに。一定のルールをある程度覚えてからじゃないとまず打てなくて、打ってからもやっぱりいろいろやっていかないとうまくならないですよね。上手い人と下手な人ってめちゃめちゃ差がつくじゃないですか。でもじゃあ人生ゲームってどうなのっつったら、子供だろうがおじいちゃんおばあちゃんだろうが誰でもできますよね、ルール知らなくても。だから仕事はなるべく人生ゲームを目指さなきゃいけないと。仕事の設計は人生ゲームを目指す。誰でもルーレット回せばできて、ルーレット回したのも止まったらそこに指示が書いてあるから、でどっち行くも全部書いてますよね。ルーレットとこっちだったらこっち行くみたいな。とにかく指示の仕方とかも全部そういう意識、迷わせない、誰でもできるようにするっていうことをテーマにやっぱ業務を作っていくっていうのはあるべき姿ですね。なるほどですね。3つ目というかなんですけど、でもそもそも自分が思った、例えばこれをやってくださいって言ったことが、100のイメージを渡したとして、100で返ってくる期待なんか捨てた方がいいですよ。捨てた方がいいですか？それを期待するんだったらさっきのその人生ゲーム化を徹底的にやるしかない。なるほど。イメージで言うと、じゃあ例えばこの書類の処理を100枚やってくださいと。ルールは1枚3分で100枚で300分です。イコール5時間です。書類の出来上がりの精度はこれです。最低限この書類の処理だけだってこれ全部言わなきゃいけないんですよ。でも普段の多分業務でこれやってあれやってって、こんな簡単なことじゃないこともいっぱいあるじゃないですか。そのことに対して指示、ニュアンスはこうでみたいなのも明確に伝えなきゃいけないんですね。なるほど。でなかなかやっぱり 100% にならないと思うんですよ。それぞれ価値観の受け取り方も違うから。そうですね。だからそもそも100は期待しないんですよ。100を期待するのは自分でやる。自分でやる。でもそれできないから振ってるわけだから、だとしたら100求めたって100返ってくるはずないと。だから相手には100にしてほしいように言うけど、でも自分の中では100が来る期待はしない。でできてねえじゃないかなって思っちゃうから。だからポイントは大前提として、100で返ってくると期待しない方がいいよと。期待しない方がいい。それも計算して振るんだと。ということは一つ。で、大事なのはやっぱりその日々のフィードバック。これが一番育成でも重要だと思うんですよ。3つ目が、なるべく仕事の依頼は人生ゲームのようにするんだと。重要なポイントだなと思うのが、やっぱりその日々のフィードバックなんですよね。会社で育成とか部下の育成とか、
はい、自分が上司が部下の育成しなきゃいけないって考えた時に、みんな形にこだわれるんですよ。だって分かりやすいから。研修するとか、それこそなんかコーチングするとか。これってやったって言えるじゃないですか。はい、結果どうだらやったって言えるんですよ。分かりやすい。日々のフィードバックって意外となんか地味ですよね。当たり前だと思われてるし、多分。やるのが当たり前だと思われてるし、でも本当に重要なのは日々のフィードバックなんですよ。意外とこれやってない人多いんですよね。僕もできてないですね。考えると。だってシンプルに日々のフィードバックちゃんとやってれば、絶対成長するはずなんですよ。成長したってことは、だってそれ、育成してるってことじゃないですか。もう先ほど言ったように、最初は A っていう仕事を振った時に50点で返ってきたと。でもこれを50点をなんで50点だと思うかをフィードバックして、これはもっとここへすれば良くなるよ。ここがちょっと良くないね、なぜならば。この資料は何のために作ってるから、こういう風に作ることを心がけてってくださいね、みたいなフィードバックを毎日返してったら、50点が55点になり、60点になり、65点になり、70点になり、71点、72点でもう進んでいくじゃないですか。それできるようになっていくじゃないですか。そのできることを増やしていくってことですよね。部下への日々の仕事の振り方、そういうところからもう見つめ直した方がいいかもしれないですよね。そうですね。大体良くないことは、だから、お前これ言った通りできてねえじゃないか、全然ダメじゃないかよ。言ってもいいんですよ。言ってもいいんですけど、それはだから、相手に考えさせるとか、気づかせる目的で言うだけなんで、自分の感情で言ってはいけないんですよね。なるほど。なるほど、なるほど。だから振り方も雑で、これもあえて意図的に振り方を雑にしてんだらいいんですよ。本当に相手のレベルも考えず、何にも考えず振り方を雑にして、こんなのこうするに決まってんだろみたいな自分の感覚値出して、で上がってきたのに関して、お前全然ダメじゃないかこれで気づかす考える機会も与えず、これ日々やり取りしてたら、それは部下も、いやー確かに、だから僕の経験則でそれぐらい考えて突き返したりとか、それぐらい考えて雑な振り方をしたりとか、それぐらい考えてフィードバックしたりとかしててもなかなか難しいんだから。そっか、そうですね。一つ目はやっぱり自分が振った仕事を100点満点で返ってくるっていう淡い期待はしない前提がありますと。2つ目、最も大事なのは日々のフィードバックですと。それを通じて育成、これが最も育成で一番いいものだと僕は思っています。3つ目はやっぱり仕事の出し方、仕事の組み立て方を人生ゲームのように考えて設計する、タスクにするということを心がけると。こういったことができていれば、今みたいな悩みみたいなことはだいぶ減っていくと思います。ありがとうございます。ちょっと明日から実践してみます。このチャンネルでは組織づくり、人材育成術、ビジネスに役立ちそうな知識など様々な動画を配信しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして最後にこの動画にもいいねをつけていただけるととっても嬉しいです。ありがとうございました。